やっほー、みんな息してる？はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今の YouTuber のしてるかな、テンチムさんの挨拶です。ちょっと言いたかっただけなんですけど、梅雨だけど今ちょっと中休みかな。ただ今日なんか関東ではあられが降ったって、もうどういうことですか。6月なのに異常気象っていうやつですかこれ。すごいっすよね、ここ最近。なんかゲリラ雷雨ってもう当たり前な感じになって、線状降水帯みたいな、あんなの来たらやっぱり大変っすよね、来るところは。まあどこでもそれが起こりうるんでしょうけどね。今回からですね、ちょっと背景変えてみました。なんか手前味噌だったんで、もうちょっとこう絵的に良くなればなと思って、ジェミオわかんないけど、男女ジェミニオわかんないけど、作ってもらいました。でアラフィフっていう設定でっていうところでちょっとイケメンになってますけど、なんかまあこれが馴染んでいけばいいかなって思ってます。でジェミニすごいよね。一応これね、40代、アラフィフだから40代って言って40代の、ラジオパーソナリティを自宅でやってる風な体で、バウンディっていうバウンディみたいな頭で、やってて、アニメ風な感じで、作ってみてって言って作ってもらいました。でできたのはこれ。悪くないでしょ。で段ボールの箱にこのチャンネル名が書いてあると。でペンギン、前回映ってたのもちょっとこそっとそこにいるような感じで入れといて、パソコンのところに画面が出てると、配信してるという感じにしてみました。どうかなこれ。本当はコメントでこういうのいいねって言ってほしいんだけどね、まだ来ません。てかさ、 AI すごいね。こんな感じ、本当もう何秒もないうちにちゃっと作ってくれて、すごい。これ一から作ろうってなったらね、もうすごいかかるじゃない。それをねちょって打ち込んでちょって作ってくれる。すごい AI。 あんまりね、AI すごいって言うとあれだけど、ほんとすごいよ。だけどここでね AI で仕事がこうちゃっとできるようなところに関わってるようなね人たちって
これから大変だろうなって、本当に仕事が取られちゃうんじゃないかなって思うよ。まだね、建築の現場はね、人間がしないとやっぱね AI が仕事するって、ロボットとかできたらね、もうロボットが作業できるような職人みたいな動きができるようになったらね、すごいのかもしれないけど、それも早く実現するのかもしれないけどね、どっちかというと現場にいるのは外国人かな。今増えたね、ほんと増えた。この間もちょっと大きな現場、この間とか、ちょっとだいぶ前に行った時にもう工期がなくてバタバタしてる現場だったんよ。でそこに行ったら人が足りないって言っててね、どうにかならないんですかって言ってたら、そこの人を見つけてきて、来たのがベトナム人だったんよ。ベトナム人の人が20人ぐらいいたかな。すごい。でも仕事する、技術的にうまいとか下手で言ったらそんなうまくないけど、でもこれやれって言ったら黙々とやる。すごいね。でね、そこで技術が伴っていけばすごいことになるんだろうなって思うから、ある意味僕らも仕事取られちゃうかもしれないね、外国人の人たちに。いやー、危機感はありますね。もう熊本でもいっぱいいますからね、そこら辺に外国人の人は。もうコンビニに行きゃレジ売ってるし、会話もできるし、すごいよ。自分の住んでるところもそんなに町じゃないんだけど、そんなでもコンビニ行ったら外でたむろってる外国人の方が いたからね、もうこの辺にいるんだって、住んでんだと思って。いやー、多国籍やね。なんかこんな田舎でも、東京とか行ったらね、それどころじゃないよね。仲良くしていければね、共存していけばいいんやろうけど、今帰ってきて、今一息して、今配信できるようにちょっと録音しようかなと思ってやってます。大変っすよね、仕事。暇ですよ。そんなに忙しくない。皆さんはどうですか？業界にもよるんでしょうけど、問屋に昨日聞いたら、今落ち着いてますよみたいな感じでですね。問屋さんがそう言うんだったら落ち着いてるんだろうなと思って。ただ7月にまたちょっと材料が30% から 40% 上がるっていう連絡が来てて、問屋さんからですね。30% から 40% ってやばいでしょ。これね、こちら側も努力はしないといけないでしょうけど、お客さんからそれをもらわなきゃいけない、もらわなきゃこ
ちらもやれないですからね。でもその負担は今まででやってきて一番ちょっと値段的には一番上がってるかな。この先どうなるんでしょう。そんなのここで自分も聞いてくれる人に吐き出してる感じなんですけどね。皆さんもお便りという形でよそじゃ言えないけどここじゃ言えるっていう風な感じで言ってみようかなって思ってお便りくれたらありがたいです。はい。このチャンネルはアラフィフの僕が今までの経験や出来事、世の中のこと、皆様からいただいたお便りに個人的なご意見や感想をゆるくお伝え、ラジオ形式で発信していくチャンネルです。お休み前や朝のひととき、車や電車の移動中、ながら聞きで構いませんので、心地よく聞いてくださって、この番組を通じて少しでもあなたの癒しのラジオの番組になってくれたら幸いです。はい、皆さんこんばんは。まじちゃんの一人放送局始まります。あなたを癒したいまじちゃん一人放送局。皆様こんばんは。一人放送局のまじちゃんです。4回目の放送となりますが、一人放送局ってこれつけた理由というかですね、チャンネル名何するかってなった時に、ただただそのまままじちゃんが一人でやるってラジオやるって始めるってなった時に、じゃあ何ってなった時にもうそのままなんか続けたらちょっとそれでいいかってなって、しっくりきた感じなんですけど、一応まだ今のところ仮です。定着すればもうこのままいくかもしれないですけど、で一人放送局って検索するとYouTube で検索したんです。そしたら立花隆さん、今捕まってんのかな、NHK をぶっ壊すっていう人ですよねのチャンネル名が一人放送局だったかな。でもそれ以外に使ってる人がいなかったっぽいんで、すいません立花さん使わせていただきますっていう感じで、ちょっとそのまま一人放送局、まじちゃんの一人放送局っていう感じになりました。かっこ仮ですけど、でも今のところこれでやっていこうかと思います。でさっきもちょっと冒頭で触れましたけど、本当ちょっとニュースで見たら今日の関東のあられってすごいっすよね。あんななるんだってか、もう風も吹いて雨じゃないか、あられもすごくて、吹き飛ばされてるぐらいの強い強風、あんなん来たらもう何もできないですよね。いやもうちょっと怖い。もう自分たちももう現場行っててあんな感じになったら仕事にならんですよ。そんな感じだったのもう本当お察しします。で最近ですね関東に
行きたいなってちょっとたまに行くんですよね。行きたいなって最近なってきてて、でまあ友達がいるんですけど、関東圏にまあちょいちょい定期的に行ってて、もう地元の友達なんで、まあだいたい2泊3日ぐらいで行って、もう夜通し飲んで食って騒いでみたいなのをこう楽しむと、やっぱり地元に行った時のはっちゃけた楽しさが久しぶりに味わえるので、ちょっと近々まあいつかな行ける日が来たら、まあ今年中に行けたらなって思いますけど、行きたいなと思います。そんな時にあんな雨あられが来たらもう本当大変なんで、まあ行ける日ちょっとやっぱり考えていかないとなって思います。今日はですね、まあタイトル書いてあったと思うんですけど、また別の知り合いなんですけど、知り合いがミラティブ配信って知ってます？皆さん。キャスとか要はライブで、配信をするプラットフォームで、ちょっと自分もミラティブって知らなかったんですけど、まあ他のツイキャスだったり、あと何がありますかね、まあ TikTok とかもできるんですかね、まあいろいろあるじゃないですか今で。そこで知り合いがちょっとたまたま電話してた時に、1週間ぐらい前になるのかなに別件で話してたんだけど、そういえば今日配信やるからって言われて、知らないです、何ですかそれって、ほら前言ってたって、ちらっと聞いてましたねみたいないう感じだったんで、うる覚えだったんですけど、今日それをやるからって言われて、じゃあまあ遊びに来てよって言われたから、行きますわ言うて、でその人は名古屋に住んでる人なんですけどね、ただ同級生っていう、まあめちゃくちゃ仲いいんですけど、でまあある仕事を通じて知り合った人なんですけど、まあ、もう3年4年ぐらい前になるのかな、まあ、それで知り合って、同級生だったっていうのもあって、まあただのおっさん同士ですよ、おっさん同士なんだけど仲良くなっちゃって、まあ、ずっとつながってる人なんですけど、まあ、その人がその配信をすると。でまあそんなの、まあ、YouTube もまだ前ちょっとかじったぐらいで、まあ、見るのは見るんでめっちゃ見る専門だったんですよね。ただやる側の方っていうとなかなかよく分かんない、どうやっていいか分かんないみたいな。ただちょうど1週間ぐらい前なんで、まあ、YouTube 今この一人放送局やろうかなって思ってた時にそんな話だったんで、なんかちょっと遊びがてらお邪魔してみようって思って行ったんよ。で夕方6時ぐらいからするからって言われて、まあ、帰ってきてちょうどそんな経たないぐらいで始まるから、まあ、アプリもその時初めて入れて、でログインして、でその人を見つけてまあ、待機してて、そしたらねまあ、急に始まったわけよ。でまあ大体実際会って
話して過ごしたりする友達かな、もう知り合い友達だから、キャラ的には知ってるんよね、どういう人かっていうので。ただ何をするのかっていうのはあんまりよく分かんなくて、で入ってみて、要はチャット形式でこんにちはとかこんばんはとか言ってるわけですよ、みんなで。その人が出てくるまで待ってるような状態。じゃあもうこれ要はライブ配信のそのチャットよくあるやつがただミラティブっていうところでやってるんだなっていうのはすぐ理解して、一応ハンドルネームも自分でつけて、入りましたっていう、こんばんはっていう状態で待ってたら、その方が来られて、普通にいつも通りの感じでこんばんはこんばんはって言って、そのチャットの人たちに対して喋ってるわけよね。でどこでそれを配信してるかって言ったらカラオケボックスで配信してるわけですよ。カラオケボックスってそこだと一人になれる状況なのかな。今も自分も一人になれる状況でこれ喋ってますから、だからそういうことなのかなと。ただそのミラティブってだいたいちょっとアプリ登録してちょっと他の人たちのを見に行った時にはゲーム配信をやってるような人たちが多かったんよ。今ゲームやってます。こんばんは、今やってます。今からちょっとここに突入しますとか言ってライブやってたんですよね。で誰々さんこんばんはとか言って、でゲーム実況かと思ったんですけど、その方はカラオケボックスでこんばんは言うてる何が始まるんだって感じよね。でその人は X のアカウントも持ってるんだけど、 X で1万何千人ぐらいフォロワーがいるんかな。すごいんですよ。普通に一般人で1万何千人って言うてすごくないですか？すごくない？でだからその人たちが多分来てるんだろうなって、そのうちの中の人たちがですね、 X の人たちが来てるんだろうって感じたんですよ。でそこに自分も紛れて入り込んで、初めて見てるわけで、声一緒だよね。その人自体が出てくるわけじゃなく、アバターが作ってあって、声だけ聞こえる、その人の。だからこのマジチャンネル、マジちゃんの一人放送局と同じような感じなのかな。でいざ始まりましたの後がねすごいの、急に歌い始めるの。カラオケボックスだから、いやでも何ってことよ。こんな歌うところ配信するのっていう。でそれをちょっと目の当たりにして、で何回も、初めてじゃなくて何回もやってるみたくて、そのチャットでのコメントもあれ歌ってとかこれ聞きたいとか言ってるんよ。だから多分分かって言ってるんだろうし、そういうコーナーじゃないけど、そういうのを
もともと配信してるんだなっていうふうに理解してで聞いてもらう。なんかもういや自己満の世界なのかもしれないけど、いや楽しそうだなと思って、僕も歌うのは好きですから、その方が熊本来た時には一緒にカラオケ行くんですけど、もうエンドレス、もうやめようって言わないと終わらない。もうずっと今の最近の歌から、当時の若い時の曲までも終わらない。ずっと歌いっぱなしみたいな、そう来たか、その曲来たかみたいな、そんな人なんですけど、でどうですかね、どうかな、3時間ぐらい配信されてて、十何曲だったんかな、10曲ぐらいかな、歌ってて気持ちよさそうにそれでみんなが拍手してわーってなってる。でじゃあ最後の曲ですみたいな、これ楽しいなと思ってね。でありがとうございましたって言って曲で締めて終わったっていう、最後の曲でそう終わって綺麗に終わったんだけど、終わった時になんかちょっとあれもうちょっと聞きたかったなって、なんかそういう風になってた自分がいて、なんだこの感覚はみたいな。うまいんでですね、うまいから、でもそれがあってその2日後かな、良かったから、その配信がだから最後の一押しはこの YouTube 始めるきっかけになった最後の一押しがそのミラティブ配信の知り合いの人のだったんよ。気持ちよさそうに歌ってるその人と、それに、湧いてるチャットで来てる人たち、いやこれが作れたらいいなって思ったんすよ。でその2日後にはもうこうやって録音してた僕も。いや良かったんですよ、きっかけ本当に。で、だいたいその人ちょっと見た目はこわもてな感じなんかな。でも顔を出さないとさそれって分かんないよねって。で実際その来てる人もツイッターじゃなくてX から来てる人たちだろうから、実際多分知らない人もいっぱいだろうし、でもそれもありかなっていう。今 VTuber とかね、実際やってる人はすごい人がやってたり、すごい人って変な意味の方のすごい人ねだったりね、コスプレイヤーとかもコスプレしてる時はいいけど、実際素顔になったらうわーって思う人もいるじゃない。あんな感覚なのかもしれないけどでもその顔が見えないことによって成立するのかなっていうね。だから今使ってる背景のジェミニーが作った背景も風だからね、イメージ、これあくまでもイメージだから、そこのとこよろしくです。だからな、すごいなって思った。これ本当だから続けていくきっかけになってる、今こんなやって喋ってるのも聞いてくれてる人がいるって思うともう超楽しい。
超楽しくなった。2回目で超楽しくなった。だから続けれるんだろうなと思ってね。まあまだ全然認知されてないだろうけど、見つけてほしい。本当にマジちゃんを見つけてもらって、認知してもらって、お便りいっぱい欲しいです。待ってます。で、今のくだりからいくと、お便りコーナーなんですけど、昨日の動画でも言いましたが、お便りまだ来てません。いつ来るんかな。でも最初にこれ送った人って勇気あるお便りだよね。待ってる。多分その人のことは一生忘れないんじゃないかなね。一番最初ってやっぱ忘れないよ。その一番忘れない人になれるのはあなたです。待ってます。よろしく。まあ今日もやっぱ喋り出すといろいろ言いたくなるもんで、普通にだいたいそういうリアルなところでも喋っちゃう方なんで、まあ一人だと喋らないのかなって思ったけど、一人でも喋っちゃいますね。喋り出したら。それは向こう側に誰かがいるって思ってるからかな。まあ今日お昼カレー食べたんすけど、ツイッターにはあげてるけど、カレーはやっぱりバーモントカレーかなって。甘口ね、甘口。お子ちゃまだから、アラフィフでお子ちゃまだから、だいたい事務所にいる時は質素なお昼食ってます。それでは次回もゆるく発信していきたいなと思います。ありがとうございました。このチャンネルは皆様からのお便りをお待ちしております。概要欄にお便り先のフォーマット貼っておりますので、そちらよりお送りください。それとこのチャンネルがいいなって思ってくださったら、チャンネル登録、ベルボタン、高評価、よかったらお願いいたします。コメントもお待ちしております。コメントも欲しいです。そこに感想だったりなんか入れてくれると頑張れます。はい。それではお相手はまじちゃんでした。明日もいい日だ。ちょっとね、ごめんね、最後のくだりに行く前に Tomorrow will be a good day、 ちょっとごめんね、まだ純日本人なんで英語苦手なんですよ。で多分発音とか続けてちょっとやっぱり引っかかって言ってると思うんだけど、多分これもずっと言っていけばそれなりになるのかなと思って言ってます。はい、改めてお相手はまじちゃんでした。明日もいい日だ。 Tomorrow will be a good day。 バイバイ。